先ほど総理から発表がございましたが、新型コロナの感染症法上の位置づけの変更について、まず冒頭申し上げたいと思います。新型コロナが発生してから3年が経過をいたしました。この間、その対応のために医療や介護の現場において、大変ご苦労いただいておる従事者の皆さん方には、改めて感謝を申し上げます。また、これまで感染拡大の防止はじめですね、さまざまご協力をいただいておる国民の皆さんにも重ねて感謝を申し上げたいと思います。新型コロナの対応については、一昨年末に確認され、その後現在まで主流となっておりますオミクロン株の特徴を踏まえ、社会経済活動との両立が図れるよう取り組んできたところであります。直近の感染状況については、引き続き非コロナ患者を含めた救急が逼迫する地域があるなど、注意が必要な状況が見られますが、国民の皆さんのご協力などにより、新規感染者数が減少傾向に転じ、すべての都道府県で今週、先週比が1を下回る状況となっております。また、昨年成立した改正感染症法の衆議院における修正で、新型コロナの感染症法上の位置づけについて、速やかに検討し、必要な措置を講ずるとされているところであります。これを受けて、昨年11月以降、新型コロナの感染症法上の位置づけに関し、厚生労働省のアドバイザリーボードにおいて、病原性感染力、変異の可能性をどのように評価するか、またどのような医療提供体制が求められるかについて議論の深掘りをお願いをしたところであります。具体的には、オミクロン株については、伝播性が非常に高いものの、発生初期と比較して重症化率や死亡率が低下していることや、将来の変異の可能性は必ずしも明らかではないものの、現時点において変異株の性質が流行の動態に直接的に寄与する割合は低下していることなどの意見をいただきました。また、医療機関の診療体制を確保するとともに、逼迫時の調整機能を何らかの形で維持することなどが必要だというご意見もいただいたところであります。加えて、今月11日のアドバイザリーボードにおいて、専門家の方々、適正な医療を提供し続けることが今後も重要な課題であり、新型コロナの今後の法的位置づけや対策については、必要な準備を進めながら、段階的に移行していくことが求められると意見をいただいたところであります。また、昨年末の厚生科学審議会感染症部会、ここは最終的にはこの分類の見直しについてご議論いただく場でありますが、新型コロナの感染法上の位置づけにかかる基本的な考え方についてもご議論いただいたところであります。こうしたご議論などを踏まえ、原則としてこの春に新型インフルエンザ等感染症から外し、5類感染症とする方向で、厚生科学審議会感染症部会で専門家の皆さんにご議論いただきたいと考えております。まずは週明けの23日月曜日に感染症部会を開催をし、感染症法上の位置づけに関する論点の整理、そして議論を進めていただきたいと考えています。感染法上の位置づけの変更に伴い、患者や濃厚接触者の外出自粛についても見直すこととなります。また、ウィズコロナの取り組みをさらに進め、平時の日本を取り戻していくため、医療提供体制や現在講じている公費支援など、これまでのさまざまな政策、措置の対応については、段階的に移行することとし、具体的な検討調整を進めていきたいと考えています。マスク着用については、屋外では原則として不要、屋内では基本的にマスクの着用を推奨していることについて、メリハリをつけて場面に応じた適切な着脱に努めていただくことをお願いをしてきたところでありますが、このマスクの着用の在り方を含め、一般的な感染対策の在り方についても見直しをしていくこととなります。また、ワクチンについては、感染症法上の位置づけの変更にかかわらず、予防接種法に基づいて実施をするという枠組みになっております。まずは、オミクロン株対応ワクチンを接種されていない方については、積極的な接種のご検討をお願いしたいと思います。今後の接種については、現在実施している特例臨時接種の期限が今年の3月末であります。感染症上の
感染症法上の位置づけの変更と合わせて、結論を得ていきたいと考えています。新型コロナの新感染者数は減少傾向に転じておりますが、過去2点とは異なり、季節性インフルエンザが全国的に流行入りし、さらに増加傾向にもあります。国民の皆さんには引き続き、適切なマスクの着脱、手指消毒、換気などの基本的な感染対策、また体温等のセルフチェック、こうしたことの徹底を、こうしたことを心掛けていただくことを改めてお願いしたいと思います。私の方からは以上になります。